浩平です。お抹茶っていうとなんかめんどくさいとか、飲みたいんだけどなんか機会がないとかっていう人多いと思うんですけど、私もなんかそういう時がありました。なんかお抹茶はね、ふるいにかけた方がいいんだよとか、あとは冷凍庫にしまった方がいいんだよとか言われると、たった一杯のお茶飲みたいだけなんだけど、なんかわざわざ冷蔵庫からお抹茶出してきて、ちょっと霜が取れるまで置いといて、でふるいにかけてっていうと、なんかちょっと面倒くさくて、なかなか実際お抹茶飲めなかったりしてたんですけど、でもよく考えると、もう自分で楽しむお茶なんだから、そんなに細かいことにこだわらなくていいかなと思うようになって、ちょっとやり方を変えたら結構お抹茶立てるの苦にならなくなって、最近では結構頻繁に毎日のように飲むようになりました。で、今日は私がその家でやってるやり方を皆さんにちょっと紹介したいなと思います。で、ポイントが3つありまして、1つはお抹茶を、毎回振るわない。で、2つ目は、冷凍庫にしまわない。で、3つ目は道具を、手の届きやすいところに置いておくと、この3つなんですけど、ポイントはちょっと後から解説するとして、まずはちょっと実際に立てるところを見てもらいたいと思います。ではお茶を立ててみます。まずお茶碗を温めて茶筅を、濡らします。抹茶の温度は、お湯の温度は80度から90度ぐらいがいいとされているので、ちょっとポットの蓋を開けて温度を調整しておきます。茶筅をお湯に通します。茶筅のお先を濡らしておくと、茶筅が折れにくくなります。で、お茶碗も温めます。で、お茶碗を拭くのはティッシュを使っちゃいます。で、お茶碗を拭いたら、いつも私お菓子をいただくんですが、今日は栗落雁です。ではお茶を立てます。茶杓に2杯お抹茶を入れます。茶杓も拭いちゃいます。お湯はだいたい 50ml から 60ml ぐらいです。あとは茶筅で混ぜるだけです。できました。こんな感じです。はい、すごく簡単にお茶が立てられました。ではごちそうさまでした。今見ていただいたように、お抹茶っていうのはもともとお湯と混ぜるだけなんですっごく簡単だと思うんです。あとはただそれ以外のところをどう簡潔にするか、それができれば毎日お茶立てるのも楽しくなると思うんですね。では3つのポイントを説明したいんですけど、まず1つ目の、振
ふるいに毎回かけないっていうのは、私の場合は、こういう新しいパッケージを新しく開けると、その場で全部これをふるいにかけて、それをこういう密閉管や夏目とかに全部入れます。で、毎日使う時はもうふるいにかけずにそのままここから使うようにします。で、私の場合はお手前の練習をしたりするんで、ちょっとあそこでも夏目を使ってるんですけど、できればこういう密閉される缶の方がいいかなとは思います。で、一つ気をつけてほしいのは、机に置くときに置かないでください。せっかくここでふるいにかけてふわふわになってる抹茶なんで、こういう入ってる容器をゆすったりとかポンって机に置いたりすると抹茶が圧縮されちゃってまたダマになりやすいので、その点だけは気をつけて抹茶を優しく扱ってあげてください。2つ目の冷凍庫に入れないっていうのは、私の場合だとだいたいこの20g ぐらいあるんですけど、これを2週間ぐらいで使い切ります。で、お抹茶はもともと涼しい場所であれば常温保存できますので全然問題ないです。でもちょっとこの量を2週間では消費できないなっていう人はもう2週間使う分だけをこの中に入れて、で、残った分はしょうがないので冷凍保存してください。で、冷凍保存する時にちょっと注意点が2つあるんですけど、1つは、匂い移りを防ぐためにちゃんとこういう缶とかしっかり匂いが移らない中に入れて、でさらにこういうチャック付きの、ビニール袋とかに入れてしっかり封をしてから冷凍庫に入れるようにしてあげてください。で、2つ目の注意点は、今度は冷凍庫からこれ出してきた時に、冷たいままのをパッと開けちゃうと霜がついちゃいます。で、お抹茶っていうのはやっぱり湿気を嫌いますので良くないですから、冷蔵庫から出してきたら、常温にちょっとしばらく置いて温度が馴染んでから、開けるようにしてください。この2点だけ気をつけてもらえば、毎回ふるいにかけたりとか毎回冷凍庫から出してきたりとか、そういう面倒くさいことをしなくて済むようになります。で、3つ目の点は、道具を取り出しやすいところに置いておくということです。私の場合もあそこのキッチンの棚のところに全部置いてあるんですが、もう最小限の道具だけでいいと思います。いるのはお茶碗と茶筅と茶杓と、あとはお抹茶、これだけを手の届きやすいところに置いとけばお抹茶立てるのはすごい簡単です。お道具とお抹茶さえあればいつでも簡単にお抹茶を立てられると思います。もうすごく簡単です。もうインスタントコーヒーを作るのと同じぐらい簡単だと思います。で、お客さんが来た時だけは、新しいお茶をちょっとふるいにかけてあげたいんですけど、自分が家で楽しむ分にはこれで十分だと思います。皆さんもよかったら日々の生活にちょっとお抹茶を取り入れてみてもらえればなと思います。もうこれだけあれば簡単にお抹茶できます。試してみてください。